操作盤を作成する方法について説明します。本動画では、ボタンをクリックしたとき、画面表示を切り替え、事前に用意されたモデルに移動指令を出します。本動画は操作盤のボタンを設定する方法の続きから説明します。ボタンの設定が完了しているファイル、オペレーションパネルに underline-after.vcmx が必要です。ボタンの操作状況を事前に用意されたモデルへ通知するため、シグナルを追加します。操作盤を選択します。動作設定グループのビヘイビアを展開し、シグナルからブール型を選択します。ブール型シグナルはオン・オフを通知できます。プロパティウィンドウで名前をスタート PB に変更します。同様にもう一つシグナルを追加します。名前はストップ PB です。ボタンをクリックしたとき、画面の文字とシグナルの値を切り替えるため、Python スクリプトを追加します。動作設定グループのビヘイビアを展開し、その他から Python スクリプトを選択します。コンポーネントグラフウィンドウに Python スクリプトが追加されたことがわかります。エディターが自動的に開くため、デフォルトで記述されているソースコードを1行目以外削除します。スタートボタンを操作したとき、画面にスタートと表示し、スタート PB をオンの状態にします。Python スクリプトを含むコンポーネントの情報を取得するため、conp =getComponent と記述します。PB _on =conp.findBehavior と記述することで、コンポーネントのビヘイビアを参照できます。括弧内に joginfo と記述し、名前を指定します。シグナルを参照するため、シグナル=conp.findBehaviorスタート PB と記述します。プレス=conp.getProperty と記述することで、コンポーネントのプロパティを参照できます。括弧内にプレススタートと記述し、名前を指定します。画面に表示する文字を切り替えるため、change =conp.getProperty change と記述します。def 音欄と記述することで、シミュレーション開始時にプログラムを実行できます。操作盤の初期状態を定義するため、change.value =1と記述します。ボタンの初期状態を定義するため、プレス.value =falseと記述します。ボタンをクリックしたときに実行する関数を作成します。def 音欄とインデントを合わせます。シフトキーとタブキーを同時に押すことでインデントを上げることができます。インデントを一つ上げます。def 関数名、引数の変数名と記述することで関数を作成できます。今回は関数名をオンプレス、引数の変数名をjoginfo、カーソルアンダーラインアクション、arg アンダーラインリストとします。joginfo はジョグ情報です。カーソルアンダーラインアクションはマウス操作の状況です。
カーソルをオブジェクト上に合わせると、値が0になります。クリックまたはドラッグすると、値は1。オブジェクト上からカーソルを外すと、値は2です。アーグアンダーラインリストは、マウス操作に関する情報のリストです。if カーソルアンダーラインアクション1と記述し、スタートボタンをクリックまたはドラッグした場合、プログラムを実行します。and アーグアンダーラインリスト0=1と追加し、マウスボタンを押したときのみ、プログラムを実行します。スタートボタンをクリックまたはドラッグした場合、画面にスタートと表示します。チェンジ.value =2と記述することで、スイッチの子階層にある2番目のフィーチャーを有効化できます。ボタンを押し込むため、プレス.value =trueと記述します。スタート PB をオンの状態にするため、シグナル.signal true と記述します。インデントを1つ上げます。else と記述し、スタートボタンをクリックまたはドラッグしていない場合、プログラムを実行します。ボタンを元の位置に戻すため、プレス.value =false と記述します。スタート PB をオフの状態にするため、シグナル.signal false と記述します。ボタンをクリックしたとき、関数オンプレスを実行します。グローバル変数とインデントを合わせるため、シフトキーとタブキーを2回押します。pb アンダーラインオンドットオンインターアクトオンプレスと記述することで、ボタンをクリックしたとき、関数オンプレスを実行できます。Python スクリプトエディター左上のコンパイルをクリックします。ストップボタンをクリックしたとき、画面にストップと表示し、ストップ PB をオンの状態にするため、Python スクリプトを追加します。動作設定グループの Behavior を展開し、その他から Python スクリプトを選択します。コンポーネントグラフウィンドウに Python スクリプトアンダーライン2が追加されたことがわかります。Python スクリプトアンダーライン2の内容は Python スクリプトと類似しているためコピーします。Python スクリプトの記述をすべて選択し、コピーします。Python スクリプトアンダーライン2の記述をすべて選択し、貼り付けます。Python スクリプトアンダーライン2の記述を修正します。4行目で参照する Behavior の名前を joginfo アンダーライン2に変更します。5行目で参照するシグナルの名前を stoppb に変更します。6行目で参照するプロパティの名前をプレスストップに変更します。ストップボタンをクリックまたはドラッグしたとき、画面にストップと表示します。15行目を change.value =1に変更します。コンパイルをクリックします。操作盤のボタン操作とモデルの動作を連動させるため、シグナルを接続します。接続グループからシグナルを選択します。操作盤を選択することで、シグナルエディターを表示できます。オペレーションパネルでスタート PB を選択し、レールのスタートシグナル右側の丸をクリックすることで接続できます。同様に、
オペレーションパネルのストップ PB とレールのストップシグナルを接続します。画面右下の閉じるをクリックします。動作を確認するため、シミュレーションを実行します。マニピュレーショングループでインタラクティブを選択します。スタートボタンをクリックします。ボタンが押されて、操作盤の画面にスタートと表示され、ブロックが移動を開始することがわかります。ストップボタンをクリックします。ボタンが押されて、操作盤の画面にストップと表示され、ブロックが初期位置に戻ると、移動を終了することがわかります。シミュレーションをリセットします。操作盤を作成する方法についての説明は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。